Look, I feel like I'm in a dream. That's my best friend Ariana Grande, and I'm gonna meet her. Yes, I've been dreaming about that. 通勤通学中の皆様、おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ、本日はですね、ウィキッド永遠の約束からの話題になります。本国ではね、もう間もなく公開となります。大ヒットしましたウィキッドの続編、ウィキッド・フォー・グッド。これね、放題永遠の約束と言いますが、先日ですね、シンガポールでこのプレミアが行われたんですね。すると、ここにですね、一人の男が乱入しまして、このアリアナ・グランデに掴みかかりました。当然ね、この男は去ることながら、その警備体制も大変批判されているということで、現在これが大変物議を醸しているんですね。さらにはですね、この男、迷惑系配信者として、これまでにも様々な妨害行為を行っていたということが発覚しました。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、ウィキッド永遠の約束。こちらですね、本国では11月21日に公開予定となっておりまして、先日ですね、シンガポールでプレミアが開催されました。日本ではね、こちらにありますが、来年3月なんですね。結構遅い。かなり時差がありますが、本国ではもう間もなく公開されると。するとですね、このイベントに、とある迷惑系の、これね、鍵括弧付きで、迷惑系のインフルエンサーが乱入しまして、このアリアナ・グランデに掴みかかったんですね。で、現在ですね、この男の素性というのが明らかになっていまして、それはですね、ひどい男だったんですよ。なんでこんな男がメジャーなプラットフォームを使えているのかと、ただただ疑問しかないような、そんな男でした。アリアナ・グランデ、ウィキッドのシンガポールプレミアでファンにチャージ。シンシア・エリボが恐怖のレッドカーペットの瞬間から彼女を守るために飛び出す。ということで早速ですが、こちらですね、今回の記事でね、何度も登場します。チャージ。こちらが本日のキーワードになります。Charge。サービスや活動に対してある金額を請求すること。ということでね、こちらのチャージというのは請求するという意味になるんですが、これ以外にもですね、例えば起訴をするとかね、あとね、皆さんもこれご存知なんじゃないかなと思いますが、充電する。これもチャージですよね。これ様々な意味があるんですね。なんですが今回はですね、こちらになります。特に困難や怒りの原因となったものに向かって素早く激しく前進すること。ということで、このね、チャージというのは突進するという意味もあるんですね。ということで、こちらはアリアナ・グランデ、ウィキッドのシンガポールプレミアでファンに突進される。シンシア・エリボが恐怖のレッドカーペットの瞬間から彼女を守るために飛び出す。アリアナ・グランデは11月13日、自身の新作映画ウィキッド永遠の約束のシンガポールプレミアでファンに絡まれた。複数の角度から撮影された動画では、同作でグリンダを演じるグランデが共演者のミシェルヨ、シンシア・エリボ、ジェフ・ゴールドブラムと共にユニバーサル・スタジオ・シンガポールのイエローブリックロードカーペットを歩いていたところ、白いシャツにショーツ姿の男が彼女に向かって全力で突進し、振り向きざまに彼女を掴む様子が確認できる。黒髪に青のメッシュを入れたその男はグランデに腕を回して彼女を引き寄せ、逃れようとする彼女を押さえつけるような状態になっていた。ということでね、それがまさにね、こちらの場面になるんですが、もう間もなくですね、本国では公開を予定しております、ウィキッド永遠の約束。このね、シンガポールのプレミアで、ファンの間をね、このキャスト陣が歩いていたんですね。そうすると、とある男が、このアリアナ・グランデめがけてですね、これも明らかに彼女が標的でした。突進していきまして、彼女を引き寄せ、そこから必死にね、このアリアナ・グランデ逃げようとするんですね。で、ここでも見えておりますが、このね、共演者のシンシア・エリボが、この間に割って入りまして、いや、これはね、とっさの判断だと思いますが、勇敢な行動ですよね。だってこの男、ナイフ持っていてもおかしくなかったわけでしょ。おそらくね、とっさに動いたんだと思いますが、その横にね、ボディーガードらしき人物も立っているんですが、シンシア・エリボが一番活躍していたというね。本作でエルファバを演じるエリボが、騒ぎの方へとすぐに飛び込み、グランデと男の間に割って入り、彼に向かって声を上げているように見える。その後、警備スタッフが介入し、男をグランデから引き離した。グランデはこの出来事に明らかに動揺しており、エリボとヨウが彼女をなだめる中で、深く息を吐いていた。ということで、このね、アリアナ・グランデというのは、こちらですね、マンチェスターアリーナ爆破事件というのに巻き込まれまして、これによりね、PTSD を患っていたと言われているんですね。これはね、もう本当にガチのテロ事件でした。マンチェスターアリーナ爆破事件は、2017年5月22日に、イングランドのマンチェスターにあるマンチェスターアリーナで発生した、イスラム過激派による自爆テロである。アメリカのポップ歌手、アリアナ・グランデのコンサートの直後に起きた。この爆破は22時31分に発生し、22人がもう1017人が負傷した。これは2005年7月7日のロンドン同時爆破事件以来、
イギリスで最も致命的でかつ初の自爆テロとなった。ということで、このアリアナ・グランデね、このアリーナで行われた自身のコンサートの直後、コンサート自体は終わったんですが、その観客がね、退場するところを狙って、ここを爆破されてしまったんですね。グランデは2017年に自身のマンチェスター公演で起きた爆破事件以降、PTSD に苦しんできたことを以前から語っている。自分の経験について話すべきじゃないって感じるの。何も言わない方がいいんじゃないかって。多分私はこのことを泣かずに話せるようになる日なんて一生来ないと思う。同じインタビューで彼女は現在も続く不安障害との戦いについても明かしている。私の不安は不安自体が不安になっているって感じなの。と彼女は語った。ということで、あのテロ以降ね、一生克服できないであろうトラウマを抱えてしまったアリアナ・グランデにとっては、これ、ただのファンの乱入騒動じゃなかったというのがよくわかるんじゃないかなと思います。じゃあ、このすっとこどっこいは誰なんだっていう話なんですが、これがね、X でも次々に暴かれていくんですね。こいつはケイティ・ペリーに飛びかかったのと同じ男だよ。なんでまだ拘束されていないんだ。そしてこちらですね。ウィキッド、永遠の約束のプレミアに乱入した男は、常習的なステージ侵入者である。彼はこれまでにケイティ・ペリー、ザ・ウィークエンドをザ・チェインスモーカーズの公演に乱入したほか、オリンピックの100メートル決勝を遅らせたことさえある。ということでですね、この人物は、これまでね、ケイティ・ペリーをはじめとする様々なアーティストのコンサートに乱入している迷惑系の配信者だったというのが明らかになっていくんですね。こちら2023年の記事です。俺にはミーム障害があるんだ。フリーパレスチナ T シャツを着て、インド対オーストラリアのワールドカップ決勝に乱入したウェン・ジョンソンとは一体何者か。ほら、この男なんですよ、これね。日曜日、男子クリケットワールドカップ決勝、インド対オーストラリア戦で、男がセキュリティを突破した。白い T シャツと赤いショーツを身につけており、どちらにもパレスチナ支持のメッセージが書かれていた。この抗議者は TikTok でパジャママンとして知られるウェン・ジョンソンと特定された。LGBTQIA+ プライド旗を掲げ、パレスチナ国旗色のマスクをつけたジョンソンは、ビラッド・コーリを抱きしめに行った。俺にはミーム障害があって、1日20時間ミームのことを考えてしまう。人生の 90% をミームを読むことに費やしている。ミーム、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 そしてミーム、そしてもっとミームだ。俺の人生はすごく退屈で、反社会的なんだ。ジョンソンにはこのようなことを繰り返してきた過去があり、今年初めには FIFA 女子ワールドカップ決勝にも侵入していたという。で、この下にもね、様々な侵入の経歴というのが書かれています。そして最終的にはね、こちら、オリンピックにも侵入することになります。トラックへの侵入者により、警備が介入を余儀なくされ、オリンピック男子100メートル決勝が遅延した。オリンピック男子100メートル決勝の直前に、トラックへよじ登ろうとした男が警備に取り押さえられた。フリーパレスチナと書かれた T シャツを着ていたとみられるこの男は、紫色のトラックに到着する前に地面へ押さえつけられた。ということで、それがね、こちらにあるんですが、ここでね、よく見るとね、その顔を確認することができますが、これもね、同じ男だったというんですよ。それがね、こちらになりまして、この男ですね。ジョンソン・ウェンは25歳のオーストラリア人インフルエンサーで、パジャママンの名前で物議を醸している。カラフルなパジャマや風変わりな衣装が彼のスタイルになっている。ウェンが初めて大きく報じられたのは2023年、インドで行われたクリケットの男子ワールドカップ決勝の試合中にフィールドへ乱入した時だった。その後彼はシドニーでのケイティ・ペリーのコンサートからザ・ウィークエンドのワールドツアーに至るまでいくつもの大規模イベントを妨害してきた。どの行為も注目を集めた一方で、警察による立件や世間からの批判も招いている。彼のインスタグラムのプロフィール欄には自らを最も嫌われているトロールと記し、ファンに請求書を払うのを手伝ってと呼びかける資金集めのページリンクまで貼られている。ということでですね、この男はオーストラリアのね、迷惑系のインフルエンサー、つまり配信者だったと、こういうわけなんですね。それがね、こちらになりまして、見てください。パジャママンと、こういう人物で、これすごいですよ、ほら。こんな感じでね、様々な迷惑の歴史が投稿されていると。そしてこちらね、TikTok になりますが、こちらね、ケイティ・ペリーいますね。そしてこちらがね、今回のウィキッドの件です。でね、ここ見ていただくとわかりますが、見てください、これ。これよく見るでしょ？電車内で踊るやつ。これやってるんですよ。で、この下もね、そうなんですが、これね、すごくって、もう本当にね、こんな典型的な迷惑系が未だにいるのかと。ほんと驚くくらいです。もうほんとね、典型的な迷惑系のインフルエンサー。で、これね、本当にすごいなと思いますが、アリアナ・グランデ、あなたと一緒にイエローカーペットに飛び込ませてくれてありがとうと。ということで、当然ね、このコメント欄では、このアカウントを報告しましょうといった、通報祭りが開催されていると。この角度はもっとひどい。彼女はすごく怯えてるみたい。銃を持ってきてくれ。彼がまたアリアナのところへ走っていこうとして、警備がただ突っ立って見ているだけって、これはもう冗談にしか見えない。
で、先ほどね、これもう一度とありましたが、ちなみにこれ2回目の連行。2回目だからということで、これね、2回やってるみたいですね。このアングルはやばい。バリケードを飛び越える瞬間が文字通り見えているのに、誰も止めていない。いや、ほんと。しかもこの後奴は、私たちの反対側にある VIP エリアに入り込んでいったの。私たちは警備に向かって、早く何とかしてって叫んだのに、何もしてくれない。そいつがまたカーペットに上がったのよ。ということで、こちらにもあるんですけどね、ユニバーサルのセキュリティが、今回本当にガバガバだったと言われておりまして、これがね、現在大変非難されているという状況になっています。こいつは本当にどうかしている。恐ろしい。どうやって逃げることができたのか、文字通り正気じゃない。精神的に病んでいる。はい、ということで本日はですね、ウィキッド永遠の約束のプレミアがシンガポールで開催されまして、ここに迷惑系の男が乱入。これが様々な観点から大変物議を醸しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。で、今回の問題点はね、主に2つなんじゃないかなと思います。1つ目はね、やっぱりこのセキュリティですよ。その列からね、急に手を出されたとかじゃないでしょう。少なくとも3秒間ほどもうノーマークでね、フリーランしてるわけですよ。それで掴みかかってしばらく時間があるということで、これね、本当にナイフでも持ってれば、アリアナグランデ確実に行かれちゃってますからね。やっぱりね、こういったところのセキュリティっていうのは、本当に形だけなんだなというのがよくわかりますよね。前方すら確認していないと。そして2つ目は、プラットフォームの問題ですよ。こういった男はね、なぜアカウントを継続して持てているのか、自分が迷惑行為をやっていますよという証拠を自ら上げているのに、なぜアカウントを削除することができないのか、ここが問題なんじゃないかなと思いますね。で、やっぱりね、我々にできるのは、こういった男を見つけたらね、粛々と通報することですよ。もうそれしかないんじゃないかなと思いますね。プクタはね、お魚ということで大変ヒレが滑りやすいんですね。ですので、もしかしたらどこかしらに何かのリンクが、ちょっとね、滑った結果置かれてしまっているかもしれません。で、やっぱりね、もう何よりも、電車で踊るやつがいかにやばいかということですよ。もう何かしらの予備軍なので、こういう人物を見かけたら要注意ということですね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。